皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。パン作りで卵を使うレシピもあれば使わないレシピもありますよね。必須材料ではない卵の使用をめんどくさく感じることもあるでしょう。卵なしで作ってもいいですかという質問もよく見かけます。ですが、卵にはパンを大きく変える効果があり、その特徴を十分に理解していないと思わぬデメリットに遭遇します。今回は卵の有無でパンはどう変わるのかを皆さんに体感してもらうために、水仕込み、全卵入り、卵黄入り、卵白入り、これら4種類の生地を作り比べてその違いを解説します。それではどうぞ。そもそもパンのレシピで多く見られるのは全卵での使用ですが、卵黄と卵白は成分的に大きな違いがあり、得られる効果も全く別物のため、卵の効果を正しく理解するためには卵黄と卵白をそれぞれ全く別の材料として認識することが重要です。それを踏まえた上で早速生地感の違いから確認していきましょう。まずは基準となる水仕込みの生地から作っていきます。油脂入れ前に5分ほどこね、油脂を加えてから再度5分半こねます。するとこのように指紋が透けて見える薄い膜ができました。次に卵白使用の生地を作っていきます。合計の水分量が同じになるよう仕込み水の量を調整していますが、それでも少しベタつきが強く生地のまとまるのが遅い印象です。油脂入れ前に6分と油脂入れ後6分、水仕込みよりも少し長くこねる必要がありました。では卵黄生地はどうでしょう。こちらも水分量は同じにしていますが、材料を混ぜ合わせた時点ですでに湿り気が強く、やはりベタつきもかなり強いです。油脂入れ前6分、油脂入れ後に再度6分こねました。ベタつきは結構残りますが、生地の弾力自体は強くなり、非常に滑らかで薄く伸びる膜ができました。3つの中で最も滑らかな生地です。この結果からわかること、まずベタつきが強いからといって生地が悪くなるとは限らないこと。皆さんもよくあるのではないでしょうか。このレシピこねてもこねてもベタつく、まだこねないとダメなの。もし普段以上にこね続けたのにそのような状況に陥ったら、一旦グルテンチェックをしてみるといいでしょう。案外生地はもう完成しているかもしれません。そして卵を使うとやはり生地の発達が阻害され、ミキシング中のベタつき感や必要時間に影響を与えることもわかります。それはたとえ卵に含まれる水分量を計算して仕込み水から差し引いたとしても起こります。卵白の場合は水分以外にタンパク質が豊富に含まれており、これがグルテン結合の際に邪魔になると考えられます。一方、卵黄は卵白より水分が少なく、約5割が固形成分でできており、およそ 30% が脂質、15% がタンパク質です。特に脂質が多いのがポイントで、バターなどの油脂をミキシングの最初から入れるとグルテン結合が阻害される。それと同じ原理で今回の卵黄生地もミキシングに時間がかかったと言えます。タンパク質という邪魔な固形分が含まれていることも卵白同様ミキシングに影響しています。しかし卵黄生地は他の2つよりも滑らかで伸びのいい生地になりましたね。これは油脂分が増えたこと自体も一つの要因と言えますが、卵黄には乳化作用のあるレシチンが含まれていることが大きな要因です。乳化とは水と油のように本来混ざり合わない物質が均一に混合する作用のことで、パン生地の伸展性を高める効果があります。製パンでは添加物として乳化剤を使用する例がよく見られますが、卵黄は言うなれば天然の乳化剤と言えるでしょう。全卵は卵白よりベタつき、卵黄よりはマシ、ちょうど卵白と卵黄の中間の特徴となりました。油脂入れ前6分、油脂入れ後6分こねて、ご覧のように薄く滑らかな膜になりました。卵白生地より滑らかで卵黄生地には少し劣るけど、ベタつきがそこまで残らない分、卵黄のみに比べてだいぶ扱いやすいですね。ここまでで生地感の違いが分かったので、早速焼き上がりの違いを見ていきましょう。まずこちらが卵不使用の焼き上がり、続いてこちらが卵白生地です。ボリュームは大差ありませんが焼き色が濃いですね。そしてこちらが卵黄生地です。焼き色が濃いのはもちろん、こちらはかなり膨らんでいますね。生地が大暴れしています。最後に全卵生地、卵白生地よりは少し大きいですが卵黄ほどではありません。ちょうどいい膨らみ加減ですね。4種すべてを見比べてみましょう。卵白、卵黄、全卵はすべて共通して卵不使用に比べて焼き色が濃いですね。この理由として考えられるのはアミノ酸です。
そもそもパンの焼き色の元となるのはメイラード反応という化学反応で、これは糖分とアミノ酸が結合して褐色物質と香り成分を生成する反応です。砂糖を増やした時はもちろん、アミノ酸が増えた場合にもメイラード反応の進みが促進され、焼き色は濃くなります。卵は完全栄養食と呼ばれるほどアミノ酸を豊富に含んでいます。それが焼き色向上の主な要因と言えます。加えて卵黄に関しては元の色の影響もありますね。続いて卵黄が含まれている生地で釜伸びが良くなった理由は、生地が滑らかになったのと同じ乳化作用によるものです。乳化作用によって伸展性が向上した、つまり伸びやすい生地になった。風船で例えるなら、新品で硬く膨らませにくいものを手でしっかり伸ばしほぐして柔らかくし膨らませやすくなった、そんな状態と言えます。ちなみに卵白も本来は理論上膨らみが若干大きくなる効果があります。卵白に含まれるタンパク質は80度前後で熱凝固するため、パン生地の主成分よりも一足早く硬化します。それが生地を支える第2の骨格となります。ただし卵白を使えばグルテン結合が阻害され、最適なミキシング時間も変わってきます。厳密に同じ条件にするには様々な調整が必要となるので、その辺の誤差が影響しているかもしれません。では肝心な味や香りの違いはどうでしょう。まずこの中で最もしっとり感があったのは卵不使用のパンです。そして最もしっとり感が少なかったのは卵黄生地です。本来乳化作用のある卵黄を使えばパンの老化耐性が向上し、パサつき防止につながるはずですが、なぜだと思いますか？その鍵は焼成にあります。今回比較実験なので、あえて同じ温度と時間で焼成しました。しかし卵の成分はパン生地の主成分よりも火通りが早いので、先ほど卵白は80度で凝固すると伝えましたが、卵黄は75度で完全に凝固します。加えて卵黄生地はよく膨らみ、生地の密度が減ることでさらに火通りが良くなっています。2つの理由で火通りが良くなった生地を普通の生地と同じ条件で焼けば焼きすぎになってしまいます。その結果として今回の実験では卵黄生地が最もしっとり感が少なかったというわけです。加えて有効成分に差があることも理由として挙げられますが、これについては割愛します。詳しく知りたい方は概要欄のリンク、または今動画右上に出ているであろうリンクカードから解説記事にアクセスしてください。次に香りの違いについて。焼き色の要因であるメイラード反応は褐色物質と同時に香り成分も生成するため、卵を使用したパンは香りが強いです。加えて卵黄自体に食欲をそそる甘い風味があるため、卵黄が含まれるパンからはケーキなどの焼き菓子のような甘い香りがします。続いてパンの食感や柔らかさについて。卵黄生地は大きく膨らんでいるので当然ふわふわで、全卵生地も同様に程よいふわふわ感、卵不使用もふわふわ感がありますが、卵白生地がこの中で最もしっかりした質感でした。これはやはり卵白のタンパク質がパンを支える第2の骨格として作用していることが原因です。肝心な味に関してですが、卵黄生地は卵の甘い風味と相まって強いコクを感じられ、全卵も卵不使用に比べたらコクがあり、対して卵白生地に関しては味自体にそんな大きな影響はありませんでした。最後に卵を使ってパンを作る際のポイントについてまとめていきましょう。まず卵白、卵黄どちらとも共通で、卵不使用のレシピを卵使用レシピに変える場合は水分含有量を計算して仕込み水から差し引くこと、それをやった上で、なおかつこね時間は長く必要となり、こね始めのベタつき感は強くなる、ここをまず頭に入れておくこと。加えて卵黄や全卵の場合は卵黄の脂質成分により余計にグルテンの発達が阻害されるため、計算で調整しただけではまだベタベタでこねづらいでしょう。なのでそれよりさらに少なめの水分量からこね始めて、ある程度生地のつながりが良くなってきてから不足分を後入れで加えるのがおすすめです。それから卵白、卵黄とも共通ですが、特に卵黄が多く入る場合、焼成温度を少し下げるといいでしょう。また卵黄の乳化作用による老化防止効果を最大限に発揮するには、卵を多くした分だけ油脂も多くするべきです。かといってブリオッシュのように卵と油脂を大量に使用するパンにおいて全卵を全て卵黄に置き換えるのもおすすめできません。そうすると今度はしっとり感が強すぎてとてもくどい食感になるからです。程よく卵白も入るように
全卵と卵黄のバランスを考えるのがポイントです。卵を使うレシピを作るのって考えることが多くて実は難しいんですよね。どのくらいのバランスがいいか、それはとにかく試作してみるしかありません。いろいろ試してぜひ最高の配合を見つけ出してください。とっても奥が深いパン作りと卵の関係についてもっと詳しい解説を公式サイトの記事で公開しています。概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ合わせてご覧ください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。